でここからさっき出来上がった。もう麺だ。もう私たちが知ってる麺になった。なった。美味しそう。太めだね。皆さんこんにちは。アストロビニストキャティキャッです。はい、ジャパンイモーションなっちゃんこと麻生夏子です。さあ今日私たちは中野区にやってきました。はい。今日はラーメンをリポートするんですけど、ラーメンって結構今世界的じゃないですか。日本のラーメンって私結構ラーメン屋さん行って外国人のお客さん多いなってすごい感じるんですけど、カティどうですか？そうラーメンもともと中国から来てるじゃないですか。でも日本のテイストに変わってて、すごい人気が上がったりとかするじゃないですか。じゃあ今日はラーメンの秘密をレポートしていきましょう。行ってきます。行ってきましょう。Today's special Ask Japanese and Japan in Motion collaboration video takes us to Nakano in Tokyo. We went away from the busy streets into a living area where we found a place that lets us have a look at real ramen noodles and how the magic is done. For this, we changed into special suits and ventured into an unknown territory. はい。すごすごいね。小麦粉の匂いが。じゃあ製麺所の中にやってきましたが、はい、これはどういう順番で作られてるんですか？今ここで粉を混ぜて、配合を決めて、でそこから生地に作り出してで切り出していくっていう流れですね。じゃあここが出発点なんですか？そうですね。でもなんかいろんな小麦粉が置いてあって、そうですね。国内外でさまざまな小麦粉をその麺に合わせてブレンドさせて、生地を作っていきます。ここから生地が出てくるところって感じですか？今混ぜてる最中ですね。じゃあもう出てきますか？そうですね。おお、すごいこの形に出てくるんだ。でこれがもうここにほらもうすぐ出てきてる。もともとバラバラになってるものをそうね、なんかギューッと多分固めてリボンみたいなものになってる。そうあれで1個できた。持ってみますか？いいですか？無理せずいけた。なんかこんなに重いと思わなかった10キロぐらいだそうです。すごい重いね。だいたいここのその製麺所っていうのは何時ぐらいから稼働してるんですか？夜中の1時ぐらいからですね。夜中？その日に製造して、でもう朝にラーメン屋さんの方にお届けするという。すごい。じゃあ麺を切り出されるところを紹介しましょうか。ぜひ。上がったり下がったり。でからさっき出来上がった。もう麺だ。私たちが知ってる麺になった。麺になった。もうこれお湯で湯がいたらもう食べれますか？そうですね。もう生ラーメンですね。生ラーメン。これが今縮れですけど、これがストレートであったりとか、太くとか平打ちとか、そういうふうな調整をして切り出していく。設定すればできるってことですね。じゃあこれができちゃった。出来たて。こういうとこ見るとさ、なんか麺に愛情が湧くね。なんか大事に食べようって思う。確かに。すごかったね。でもやっぱね、できるのが早くて私はびっくりしたわ。すぐ次の日に食べれるし、同じ日にも食べるし、それがすごいなと思った。やっぱりそのフレッシュにこだわってる、新鮮にこだわってるのはすごい日本っぽいだと思う。To my surprise, this factory has a personal kitchen that lets people try the ramen there and then. So let's ask the managing director of Taisei Foods about their ramen strategy. はい、じゃあ今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こちらは何年前からあるんでしょうか？そうですね、大正6年のちょうど今から100年前に創業してます。100年。工場があって、会議室があって、キッチンがあるんですけど、そのキッチンは何のためにありますか？すべてのラーメン屋さんが成功しているわけではないんですよね。やはりなかなかうまくいかずに失敗しているラーメン屋さんも数多くいます。ラーメン店の経営のノウハウみたいなものを教えるという塾みたいな学校みたいなものをやってると。最近だと海外でラーメン店したいんで、まず基礎を学びたいっていう話もあります。それ
じゃあ日本人の方が海外で出店したりとかそういうこと？そういうことになります。グローバルがどんどん進んでいく中で、そういったお客さんが少しずつ増えていくと、洗練されたラーメンが世界中に溢れてくるっていうのは、まあ少し壮大な夢になっちゃいますけど、みんなが幸せになるというか、そういったことができればなと思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。Are you hungry already? Natchan and Kathy's adventure continues here in a bit, but before that, let's go and ask Japanese on the streets about the best ramen in Japan. 好きなラーメンは何ですか？醤油ラーメンです。豚骨ラーメンです。豚骨ラーメンです。ピリ辛味噌ラーメン。絶対美味しいよね。塩醤油とかよりさらっと食べれるのが塩みたいな。だから野菜とか一緒に食べてもたくさん食べたくなるラーメンですね。豚骨ですね。親戚が博多にいて、博多ラーメンをなんか食べる機会が多くて、そのうち博多ラーメンが好きになって。博多ラーメンは豚骨が多いってことですか？そうですね。一蘭の豚骨ラーメンです。おお、なんかすごいもう決まってるんですね。なんででしょう？秘伝のタレがあってすごい美味しいです。ああ、どういう時にラーメン食べたくなりますか？寒い時、雨の日とか、あとストレスが溜まる時。じゃあストレス発散ラーメン。わーって感じ。そうそうそう。じゃあ麺になんかこだわりありますか？細くて硬い方かな。細麺と普通じゃなくてちょっと硬いの方がもっと美味しいんです。ラーメンに入れてるとスープですぐ柔らかくなっちゃうから、入れるときはちょっと硬めで、食べるときはちょっと柔らかくなるって感じですかね。もうプロの言葉の気がします。太くてでも柔らかいのが好きです。もちもちした。細くて固めの方が歯ごたえがあってすごい美味しく感じましたね。逆ですね。おお、みんな結構こだわりがありますね。割り方です。はい、割り方？もうちょっとしか茹でないでめちゃくちゃ硬いみたいな感じなんですけど、歯ごたえがあって、おすすめは30秒ぐらいで。30秒、ほとんど水タッチしてないじゃないですか。でもそれでも美味しいんでおすすめです。硬いのが好きだからこそもうすぐ食べる。はい、もう麺のもう茹でないでも食べちゃうぐらい好きです。それやったことなくて今度やってみます。ぜひやってみてください。割り方で大丈夫でした。ありがとうございます。Switch back to Nakano and Natchan and Kathycat. We heard there is a popular ramen place called Shanghai Menkan, which actually serves the noodles made by Taisei Foods, where we went earlier. Now that we have seen how the noodles are made, we can't wait to actually go and try and taste them. Ah, カテも来ちゃった。うわー、来たー。すごい彩りめっちゃ綺麗。では、いつもならスープから行くところですが、今日は麺からいただきたいと思います。いただきます。美味しそう。麺が細い。どう。程よいコツと歯ごたえと喉越しと最高です。カテも食べよう。そう、なんか麺の香りがすごく好きで、いい感じ。つけ麺のいいところはつけてる麺なので、まずはスープにつけるところが楽しい。そう。ちょっとつけ麺はこの豚そばよりも太めだね。美味しい、最高。最高。すごいなんかね、一瞬つけるんだけど、そのすごい麺がスープの味すごいすぐ染み込むし、それなんかね、歯ごたえがちゃんとあって、口の中の感触の感想がすごい。どう？見に行って製麺所見に行ってさ、ここ来てるわけじゃん。なんか今までと変わった？いや、もう変わった。麺への愛情がもっと3倍4倍40倍ぐらい。もったいないんだけど、まあ食べちゃうんだけど。そうよ。でもなんかやっぱりどれぐらいみんな頑張っていろいろ考えて作ってるのも分かってきたんで、食べちゃうぞ。ありがとうね。Finally, being able to taste real fresh ramen is the best, and they were so good. Just the thing you want at the end of a busy day. Thanks for the feast. ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。ぜひみんな東京に来たら、上海麺館
よかったらぜしたらひぜひいいよ食べてみてください。からすぐだよ日本の麺最高。じゃあ帰ろっか帰ろう。でもう一杯食べれるどうするもうちょっと食べて。なんともバイバイ Now, if you come to Nakano, you can't actually go into the factory like we did, but we found out that there is a shop right next to the factory called Nakubakusha, and that sells noodles and more. So you can just get noodles, soup, and more other fresh things fresh out from the factory. So you can make your very, very own special ramen at home. Now, have you had ramen before? What's your favorite type of ramen noodles? Leave us a comment. We're looking forward to reading your tasty ramen recommendations. So comment straight away, and until next time on Ask Japanese.